皆さん、こんにちは。ガイアハウスの新海真希です。今日は新時代先生術から見た2026年の、大きな流れ、そして、後半はですね、12星座別のできるだけ短いピンポイントのこんな年になりそう。だからこんなことをしてっていうのをダーッと最後にお話ししていきたいと思っております。ですから、今日は私以外の星呼びナビゲーターの方にも、後ほど参加をしていただく予定でございます。で、皆さんそれぞれですね、それぞれのサイン、星座に関して、どこを見ていただくかということもよく聞かれるんですが、本来はその人のバースチャート全体のエネルギーを統合して、どこに一番重心がかかっているかというのを見る方法が新時代先生術ではありまして、そこで見ている場所があなたの12星座の場所として捉えていただくのが一番いいんですが、私が個人セッションしたことがある方は、太陽星座ここだけでここの方が強いよみたいなことをお伝えしているので、そこを見ていただければいいし、それがわからない方はですね、やはり太陽星座のところである確率が高いんですよ。というのは太陽星座の周辺に水星や金星もある可能性もありますし、ポイントが高いものがある可能性は高いだけですよ。確実ではないですけど。なので、やっぱり太陽星座のところを見てください。でも本当に太陽星座がある地点にあっても、もう全然違うところに一番強いエネルギーやっていう人も結構いますのでですね、なんかちょっと太陽星座ピンとこないなと思ったらきっと違うところですから、そういうフレキシブルな対応で見ていただくといいかと思います。じゃあ、今日はですね、もうとにかく年末ということもあって、2026年の大きな流れだけを話したいと思います。で、いろんな流れが2026年ありまして、その一個一個についての、その影響、詳しいものはちゃんと YouTube の方で、後ほど一つずつ別動画で上げていく予定ですので、それを期待してください。で、今日は流れの方だけということになります。ただ、あとはですね、ぜひコメントを、マキュさんもありがとうございます。書いていただいて、何か、例えば質問などありましたら、できるだけ答えていきますので、それも、コメントも書いていただくと嬉しいです。さあ、それでも早速いきますが、2026年、もう大まかなところだけで何回も言いますけども、あまりにも入り組んでるので、別動画で1個ずつ入り組んだところを話しますが、とにかくですね、2026年は私の先生術20年近い、歴の中で、こんなにも重要な天体が一度に動く年というのはないんです。つまり、全く新しい時代が2026年から始まると思ってください。で、これはやっぱり不安になる人もいるし、ワクワクするという人もいて、それもね、星座の、質によっては、二つに分かれるところかもしれませんが、それをできるだけポジティブにとっていただけるように、お話をしていこうかと思ってます。で、というのはですね、2026年起こる変化のうちの一つは、一人一人が自分たちの権利に対して声を上げて、その自分らしくないエネルギーや権力からの圧力にはうまく立ち向かいながらも、それを暴力とか争いじゃなくて、一人一人が社会とより手を取り合って、ちゃんと対話を重ねて、本当の理想の世界を作り上げるための一番最初の1年目が2026年なんです。だからそっちに行くための生み出しっていうのも起こるので、2026年は事件も出来事も増えますが、それをきっかけで本当に対話をしようとするエネルギーが始まります。そして本当の世界平和っていうの1年目の第一歩になることは間違いないので、そこの変化に皆さんがついていくと、よりこのプロセスが早くなるわけです。世界平和までの。みんなが変わろうとするエネルギー、頑固さを捨てて、自分の正しさを捨てて、こうであるべきだと思って、良かれと思ってやってることが、実はいらないことかもしれないし、もう必要ないことかもしれないし、そこをマインドを軽く変えていくことによって、実はもっと本当にたくさん軽やかな時間が増えていくはずなのでですね、そんな風に聞いていただければいいと思います。では、なんでこれが
こういう年になるかっていう10個の項目があるので、ちょっとそれをだーっと一覧で先に話したいと思います。そうじゃないと、変わる変わるって言われても何を根拠に言っとんじゃと思われますので、根拠があるということだけ最初にお話しします。で、先生術では1年の流れを見るときに10項目をチェックするっていう決まりがあるんですね。で、その10項目、チェックしても、今年は別に何もないですよっていう方が多いんで、2項目、3項目ぐらい当てはまるんですが、2026年だけ全項目で変化があるんです。ですから変わりますせって言ってるんですけれども、まず、では、1項目目から担当の方、ちょっと私順番覚えてないんで、はい。担当の方、はい、どういきぞ。ます。いきます。はい。一つ目ですけど、土星がお羊座へ本格的に移動します。このことで社会の仕組みが大きく変わり、我々の価値観も変化していきます。この変化の中で冷静さと忍耐を持つことがこの1年必要になると思います。はい。はい。じゃあ次の方。はい、じゃあ2つ目も私がいきます。はい。はい、2つ目もですね、2つ目は海王星も同じお羊座に移動します。これまでには思いつかなかった新しい理想や価値観、そして世代を超えた新しい発想が生まれていく2026年になりそうです。はい。そうですね。土星と海王星が変化するかどうか。それから、お羊座っていう場所が先生で大事で、そこに何か入るかっていうことを見るんですが、この2つが起こっていて、海王星と土星は真逆のエネルギーなんで、土星っていう現実的なエネルギーと海王星っていう夢のエネルギー、どちらも並行して動いていくということで、今の聖子さんの星読みになるわけです。じゃあ続いてどうぞ2つまとめて言ってください。はい。三つ目は、海王星と土星がコンジャンクションしている大変珍しいアスペクトが起こります。それから四つ目、天王星も本格的に双子座へ移動します。はい。で、どんなことが、ここ、いいですか？はい。じゃあ、私が言いましょう。その、海王星と土星が、コンジャンクションするっていうのが、2月にあるんですけど、そのコンジャンクションする場所がですね、ワールドアクシスっていう、先生術ではすごい重要な場所でもあるということで、これはもう本当初めて起こることです。で、土星と海王星がくっつくっていうのは36年に1回しかないんです。で、しかもその1個前に起こったのが、なんと、ベルリンの壁の崩壊です。なので、いわゆる壁が壊れるんです。どういう意味、いい意味、悪い意味、いろいろ人によって想像するのがあると思いますけど、今まで作り上げてきた壁が間違いなく壊れるという出来事が2月に起こります。ここに備えておくことが大事です。続いてどうぞ。はい。カイロンが一時的にお牛座へ入ります。お金、豊かさ、健康などに関する問題を解決する時期になりそうです。そして、濃度が水亀座と獅子座へ移動します。社会やコミュニティ全体の未来を考える生き方にシフトしていきそうです。そうなんです。これはですね、めったにない、カイロンはゆっくり進みますから、カイロンが星座を変えるっていうのは、もうほとんどない、久しぶりですし、それから濃度もそうですね、この2つが星座を変えるんです。ですから、当然、自分自身の社会的使命とかについても見つめ直すことになりますし、カイロンっていうのはね、これからの自分の傷を癒してどこに向かっていくかっていうエネルギーにもつながりますので、この変化についていけるかどうかは非常に大事でして、今年は自分の使命っていうものがどこにあるのか、バースタートに書かれている使命に戻るということは非常に大事な一年になりそうですね。じゃあ次の方どうぞ。はい。天秤座と水亀座の間を行ったり来たりする金星逆行が起こります。人間関係のテーマでマインドも感情も苦しくなる期間を乗り切るために、ネガティブな感情、態度や言葉をとにかく手放すことが鍵です。同じ時期に水星も逆行しますので、感情を手放していきましょう。さらに、木星が6月30日に獅子座へ移動します。年の前半に仲間や家族を大切に愛を育むことで、後半は周りとの交流やシェアしたものが循環して戻ってきます。スポットライトの場所へ一歩踏み出す勇気を持って、あなたが輝くタイミングを掴んでください。
はい、ありがとうございます。このね、木星は毎年必ずサインを移動します。で、今回は前半と後半でいるサインが変わりますね。で、ここでうまくシフトできるかっていうことが大事で、特に蟹座、獅子座にエネルギーがかかっている人は、ここ結構大事なポイントとなりますし、で、金星はですね、逆行する年としない年がありまして、残念ながら今年2026年はします。金星逆行するときにはちょっと辛いしんどい時期がありますので、これも前もって知っていて、その辛い時期にエネルギーを落とさないように準備しておくことが大事です。こういったことはまた細かく動画でどうすればいいか上げていきますので、なんとなく分かっててください。では続いて、どなたでしょう。もうここで、じゃあ、最後にですね、水星逆行が、起こるということですけど、水星逆行は、毎年年に3回起こります。で、今年って、2026年はすべて水のエレメント内で起こり、そこで完結するっていうことですね。なので、本当に未解決の感情が持っていると非常に苦しい1年になる。感情デトックスっていうのをできるだけ1年の早い時期に済ませておくことが大事ですね。感情にコントロールされる人生のままだと、後で後悔するような言動をやってしまいがちな1年になりますから気をつけましょう。それから、新月、満月っていうのは12星座で1個ずつ起こりますが、今年はですね、ヤギ座の新月から始まって、いて座の新月で終わりますが、蟹座の満月から始まり、蟹座の満月で起こる。これ定期的にやってくるんですけど、蟹座の木星前半にいるし、蟹座、満月って手放しだし、だからその蟹座のエネルギーの手放しっていうのは非常に大事で、蟹座っていうのが安心安全、変わりたくない自分っていうのがすごく固執する自分っていうのがあるんです。そうするとどうしても私はもうこれで自分のこと分かってるつもりなのよで、外からのあなたは本当はっていう意見が入らなくなってしまって、それだと今年はすごくバハインドになっちゃうのね。だからちょっと今まで知っている自分っていうのがあるかもしれないけど、ちょっとね、違う視点で本当の自分を見つめてみるということは非常に大事な一年になるのではないかと思います。あとは春分図とか夏至図とかですね、1月1日のエネルギーとか私たちは見ていくんですけれども、それもまた別動画で上がっていきますが、大体の流れとしてはこういうエネルギーですということだけ分かっていただければいいかと思います。で、先にですね、ちょっと12星座別の、2026年を言ってから、後でちょっとまた振り返って皆さんのね、とのお話なんかも聞きたいと思いますので、12星座別ですね、これもちょっと順番、どうでしょうか。これね、ランキング形式昔はしてたんですけど、ランキング嫌ですね。12位の人。で、実際はそんなのないんです。ただ先生術で言うと、木星がここに入ってるから、ここのサポートがないとか、かつて昔は言われてましたけど、ほとんど本当にそういうことじゃなくて、こんな年になるからこういうことに気をつけてさ、やっていれば全員ランキング1位になるので、もうランキングではなく、アドバイスとして聞いていただきたいと思います。なので、順番に言うのはやめまして、たまになんか星座別に並べてほしいという気持ちもわかるんですが、意外にそうじゃなく、ランダムがいいです。そしたら自分に必要なものこれかもっていうのが入ってくるので、今お話をしていただいた順番で、ちょっと自分が担当したところを言っていってもらえますでしょうか。じゃあ多分聖子さんからですね。お願いします。2つ同時に言ってください。1、2でいけばいいですね。はい、わかりました。はい、お羊座さんですね。お羊座自体のモデルケースになる1年なので、海洋性をうまく使うと理想の形に変化していく。お羊座聖子さん担当でしたっけ？すいません。私、自分が担当するところ、決めてますよね。すいません。ヤギです。はい。はい、その自分が担当する2つを言ってください。はい、私担当1つなんですけど、ヤギ座さん、来年ですけど、徹底的に自分の基準を見直して、土台を整えることで、新しい価値観で柔軟な自分へと変化していく年になりそうです。頑張ってください、ヤギ座。
そうですね。ヤギ座さんに応援が入りました。でですね、ヤギ座にとっては、ちょっとしんどい一年になるんです。ヒエラルキーっていうのが壊れていきますし、ただ、冥王星がね、去ったっていうこともあって、変わるなら、今このチャンスだから、ここで変わる意識を持っていれば、いい感じで進めると思います。じゃあ次の方、どうぞ。はい、大牛座さん。大牛座はい。さんにとっては、土星、海王星、天王星の移動から頑固さを手放すことが一番のキーワードになります。2026年は、今のままで良いという考えは通用しなくなってきますので、変わることへ素直になる、柔軟になることで、2026年は良い年になっていくでしょう。はい。お牛座はどんな年になるかというと、間違いなく変わる年になります。なので、変わらないでいようとするエネルギーっていうのは、無駄になっちゃうので、それ絶対変わるんで、変わらないと進めなくなるので、なので早めにね、変わる年だということを意識されるといいと思います。次の方、どなたでしょうか？はい。ささそりとみさん、ど座にいます。こですか？はい。さそり座最初にです。そうですね。さそり座どんな年になりますか？はい。健康や日常生活を整えることで人生を立て直すきっかけになりそうです。深く考えすぎてネガティブになりがちなところを気をつけると人生の変化がさらに進みそうです。仕事面では諦めずにコツコツと努力を続けることで結果が見えてくるでしょう。冥王星がね、さそり座って支配星なんですけれども、それが水亀座に居続けるということと、その変容の天体が他にもあって、それも移動するから、さそり座にとっては、本当に脱皮する一年になります。で今までの殻を脱ぎ捨てるって、なんか脱ぎ捨てたっていう感じのする一年になるので、それを期待して今言ったアドバイスに従ってみてください。続いてどなたでしょはい。う？はい。双子座です。双子座はどんな一年になるのか最初にお願いしはい。ます。誰とつながるかが全てを決める年です。広く浅くではなく、同じ意識や志を持つ人たちと本気で関わることが可能性を大きく広げます。天王星が入ることで大きな転換期を迎えます。新しい流れをいち早くつかみ、仕事運やメディアでの発信力も上昇します。双子座本来の軽やかさが改めて評価されていく1年です。はい。双子座どんな年になるかというとですね、たくさんの人とつながりの可能性が生まれてくる年に間違いなくなるんですが、なのでそこでですね、本当に信頼できる人とだけっていう選び方がすごい大事です。せっかくその人サポートしても裏切られるってこともだから逆にあるんですよ。広がっていくから。なので見極める。この人は継続してサポートする会があるとか、サポートしてくれるっていう人、ここすごく大事なポイントになるかと思います。はい、続いて、どなたはい、でしょう？じゃあ私行きます。はい。私は獅子座さんと射手座さんを担当します。はい。はい、獅子座さんは2026年の後半に、木星が入ってくるので、バーンとスポットライトを浴びる年になりそうです。どんどん楽しんで外に自分を表現していくのが開運行動になります。例えば YouTube や人前に出る仕事など興味はあるけど怖くてできなかったという人は来年チャレンジしてどんどん前に出て自己表現をしていくと良さそうです。射手座さんは、2026年ラッキー行動が推し活です。特に流行を追いかける一時的なものではなくて、昔からずっと好きなものや好きな人を支える行動が吉となります。持続する情熱は射手座さんが得意とするところですので、楽しみながら探求していくことができると良い年になりそうです。はい、ありがとうございます。そうですね、獅子座はすっごい目立つ一年になります。だからそれを覚悟しておくということが大事で、どうせ目立つんだったらいい方向に目立った方がいいので、準備しておくといいですね。で、射手座は本当にずっと長いことをサポートをしたくなるようなものに出会う年です。なので今言ってたみたいに推し活みたいな、もうこの人を推したいというものに出会って、で、それをずっと推していくというエネルギーの覚悟を決めるとすごくいいことが。ね、それって推し活って別にアイドルとかアーティストとは限らず、なんかメソッドだったりするかもしれないし、だからもう広い意味でね、長く推したいものが見つかる一年です。続いてどなたか。じゃあ、みゆきちゃんいきますかね。はい。
私は蟹座さんと水亀座さんです。まず蟹座さんから、2025年に蒔いた種や努力が収入となって報われそうです。仲間思いでどんな時も自ら手を差し伸べられる蟹座さん。2026年は個人での役割をしっかり果たしつつ、いつも通り仲間を積極的に助けることで自然と恩恵を授かる1年になりそうです。次に水亀座さんです。根本的に社会が改革される2026年、未来に向けて変化変容が得意な水亀座さんにとっては、追い風が吹きます。あなたの理想を形にしやすく、改革裏番長的な存在で、コミュニティ内では中心人物となり、あるいは影の功労者となり、輝ける1年になりそうです。以上です。そうですね。本当にその通りですね。これが分かってると、だいたい1年の流れが分かって計画しやすいですよね。じゃあ、かおりさんかな。はい。私は乙女座と天秤座を担当します。まず乙女座なんですけれども、深いところでの変容が求められる年になります。変わるためのことを遅くてもいいので継続していきましょう。きっと変容することができると思います。で、次に天秤座です。天秤座は今年はパートナーシップ、人との関わりがとても大切になる年です。受け取ったら与える、支えるを意識して循環させると来年きっと波に乗っていけます。はい。乙女座はですね、本当どんな年になるかというと、来るエネルギーが全部裏方として活躍できる場所がどんどん提供されていくっていうことが、起こる1年になりますね。なので、喜んでその役目を引き受けていくのがいいと思いますし、天秤座はどんな年になるかというと、人間関係であらゆる問題、あらゆる可能性、もういいも悪いも、とにかくもう人間関係がテーマっていうことばっかり起こる。何があっても人間が絡んでくるっていう一年になりますので、だとするとやっぱりできるだけね、人間関係において自分が成熟してマチュアな人間関係を築ける自分に、ね、人のせいにしないとか、あるいは人にコントロールされないとか、いろんな面で備えておくことが大事だと思います。あとそうね、さっきでもお羊座にちらっとデクさんも言っていただいたように、お羊座が一番メインなわけです。さっきの流れで言っても、お羊座始まりの場所で、そこに土星海王星、そしてコンジャンクションっていう珍しいエネルギーがありますので、これもうすごいことが起こるんですよ。このコンジャンクションで。また動画で出しますけれども、その影響を一番受けるのはお羊座っていうことになるので、時代のモデルケース、時の人になるので、お羊座をもうずーっと来年は、もうお羊座、会社の中でもお羊座の人がテーマ。そこで事件も問題も、いいことも全部起こるから、もうずーっと見られてるという一年になるということを分かっておくといいですね。そしたらどんな自分が見られていたいですかっていう、その自分自身を最初から確立して一年飛び込んだ方が後で楽になりますよという感じですね。で、魚座は何が起こるかと、どんな一年になるかというと、もう現実的な責任がいろんなところからやってくる一年になります。なので逃げれなくなります。お羊さん魚座さん優しい理想主義いろいろあるんですけれども、それよりも現実的な処理がどんどんとやってくる一年になるので、ちょっと腹をくくって、もう今年は現実的に生きるという一年にしておいた方がいいのではないかというふうに思います。ということで、以上2026年。簡単にね、もう話し出すと長くなって結局いろいろわかんなくなっちゃうから、だいたいこんな一年だっていう短いアドバイスと、これだけは気をつけてねっていうことをまず持って1年スタートしていただきたいと思います。で、ガイアハウスの YouTube の方ではもう少し細かく出していきますし、それから今言ったね、流れが変わるごとにも出していきますし、もう少し詳しい12星座別のその都度アドバイスみたいなのも今後も出していきますから、そこは参考に。ただね、1月1日に入る時点で大まかな流れっていうのを知って臨むのが大事なので、今回ちょっと出させて